こんにちは、中村です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、ウィンチモーターの出力計算をしていきたいと思います。右の図のような荷物をプーリーで巻き上げてね、持ち上げるモーターの出力計算。これをやっていきたいと思います。前回はね、仕事と仕事率からモーターの動力、出力計算をしたんですけども、今回は回転するものの回転数とトルクからね、出力の計算をやってみたいと思います。で、計算はね、下の3つですね。回転数、それからトルク、出力。この3つの関係式の公式がありますので、これをご説明していきます。で、この3つの数字のね、2つが分かれば残りの1つは計算できるということになりますね。例えば回転数とトルクが測定できれば、モーターの出力は計算できます。もしくは回転数が分かってて、モーターの出力が分かっている場合は、トルクを計算できます。そういう関係にあるんですね。で、この公式のね、理由も説明していきますので、実際にね、インベンターで動かしてみて、アニメーションを見ながらご説明していこうと思います。で、今回はね、20キロの荷物を持ち上げるのに必要なモーター出力はどれぐらいかという計算をしていきたいと思います。それでは早速計算していきたいと思います。プーリーはね、わかりやすく赤色に変更しました。で、計算式は、モーター出力 P イコール60分の 2πNT。これが計算式になります。で、N が回転数、T がトルクですね。で、これを60分の 2π っていうのを計算すると 0.105 という数字になるので、0.1× 回転数×トルクでモーターの出力が計算できると。おおよそこういうことになります。で、今回は荷物が 20kg で、プーリーの半径を20センチとして計算していきたいと思います。で、簡易式である 0.1×N×T、これを使っていきたいと思います。で、回転数 N は、1分間あたりに何回転するか、RPM ですね。R スラッシュミニット。で、トルクはニュートンメーターという単位です。で、この回転数の RPM っていう意味をちょっと解説したいんですけども、R はレボリューションですね。で、P はパーです。で、M はミニット。これを日本語に訳すと、レボリューションは回転、パーは毎、ミニットは分ですね。ですから、毎分何回転かという単位になります。ニュートンメーターは、ニュートンは 1kg 重が 9.8 ニュートンです。で、メーターは、このプーリーの半径、今20センチなので、今回は 0.2 メーターということになりますね。で、重さが 20kg なので、9.8 をかけるんですけども、簡易的にね、10で計算します。ですから、トルクは 20kg×10×0.2 ですね。これを計算すると40ニュートンメーターになります。で、このプーリーの回転数、これを100回転にしましょう。1分間に100回転回るというふうに仮定します。これを先ほどの公式に当てはめますと 0.1×100×40 ですね。で、これを計算すると 400W ということになります。ですから 20kg の荷物を回転数100回転でプーリー半径20センチのもので持ち上げようと思うと 400W のモーターが必要だということがわかります。それではここで出力計算の P イコール60分の 2πNT、これの解説をしていきたいと思います。60分の 2πN というのは、これオメガというもので表されて、角速度というものになります。角速度とトルクをかけるとモーター出力が計算されると。こういう式なんですね。で、60分の 2π っていうのは、60は1分間あたりの回転数を1秒間あたりに換算しているだけです。で、2π っていうのは、これはラジアンですね。これは円弧の長さで角度を表した方法ですね。これを弧度法って言うんですけども、半径1の円の弧の長さで表す角度の方法ですね。で、1周360度が 2π ということになります。回転数×トルク。これの単位だけをちょっと計算してみますと、次元解析と言うんですけども、回転数は RPM ですね。これを60で割ってるので、RPS と1秒間あたりの回転数になります。で、トルクがニュートンメーターですから、掛け合わせると、ニュートンメーター毎秒ということになります。
で、この単位は仕事率の単位なんですね。前回の仕事率からモーター出力を計算する方法という動画でご紹介していますけども、モーターの出力っていうのは仕事率です。ですからね、見事に仕事率の単位と一致しているということになりますね。ですからこの公式も仕事率の計算ということができます。仕事と仕事率の計算からの動力の計算の仕方は右上にカードが出てきますのでね、そちらをご覧になってください。はい、それでは次にですね、荷物の重さが 20kg から 60kg に変更になりましたという場合を想定してみたいと思います。で、トルクが足りないので 20kg から 60kg、3倍の重さを持ち上げなければならないので、減速してトルクを3倍にしたいと思います。水色のピニオン、それから黄色の大歯車、これで減速比を3対1にします。3対1にすることでトルクが3倍になりますので、60キロの荷物が持ち上がるということになりますね。減速比を3対1にすることで、回転数は3分の1になります。スピードは3分の1になりますけども、トルクが3倍になります。で、このような場合の動力を計算してみたいと思います。黄色い歯車、大歯車の回転数は3分の1なので 33.3rpm ですね。水色のピニオンの方が100回転ですから、それの3分の1なので 33.3 回転ということになります。で、プーリーの半径は同じ20センチで、荷物の重さが 60kg ですね。よって必要なトルクは120ニュートンメーターということになります。で、この黄色の大歯車の方の動力を先ほどの公式に当てはめますと、0.1× 回転数 33.333 × トルク120ですね。そうすると 400W ということになります。はい。これで何が分かったかと言いますと、減速してもモーターの出力は変わらないということですね。この水色のピニオンの方は100回転で回ってます。黄色の大歯車の方は 33.33 回転で回ってます。回転数は3分の1になりましたけども、トルクが3倍になりました。で、出力の計算式は回転数とトルクの掛け算なので、トレードオフの関係なんですね。トルクが3倍になっても回転数が3分の1になるので、かけると1ですよね。これが減速比が5対1であれ、10対1であれ、同じなんですね。10分の 1×10、5分の 1×5 ということで、出力は常に一定ということになります。ですから、モーターをいくら減速をかけても、出力、動力は変わらないという理屈になります。ただし、少し付け加えておくと、減速をすると、機械効率、機械損が発生しますので、少しね、実際の出力は下がります。おおよその目安として、ギア1段を減速することで約 10% の損失が生まれるというふうに覚えておいていいと思いますね。これは、使っている歯車とか、グリスの粘性とか、あと、軸受けのね、抵抗とかいろいろなものが絡み合うので、一概には言えないんですけども、約 10% 機械損失があります。ですから今回の場合はモーターが 400W ですから、400×0.9 で 360W ということですね。ですから黄色の歯車の方の出力は実際は 360W ぐらいになります。ということですね。理屈上は減速しても出力は変わりません。はい。それでは最後に、モーターの出力を実際にどうやって測定しているのかということについて見ていきたいと思います。実際はこのようなものを使って測定しています。この青色の真ん中の部分。これがね、トルクと回転数を測定できる装置、トルクトランスジューサーというものがあります。これを使ってね、モーターとつなげて、モーターの出力を測定するんですね。これどういうものかというと、オレンジ色の方に負荷をかけてモーターを回すと、この青色のトルクトランスジューサーがねじりを検知して、そのねじり量からトルクを測定します。で、今まで話してきたように、モーターの出力というのは回転数とトルクが分かれば掛け算で算出できるので、回転数とトルクを測定して、先ほどの計算式でね、出力が表示されると。こういう理屈なんですね。これ実際のトルクトランスジューサーのメーカーの実物、これをちょっとね、見てみたいと思います。
これがトルクトランスデューサーのメーカーの一つであるユニパルスさんのトルクトランスデューサーですね。2つ軸が出てて、片側をモーターにつなぎます。で、もう片側を負荷側ですね。何らかの形で、摩擦を加えてトルクを加えるようにします。で、トルクを加えると、モーターが頑張ってね、回そうとして、このトルクトランスデューサーの軸がねじれます。で、このねじれを検知する装置なんですね。で、ねじれを検知してそこからトルクを算出するというのがこのトルクトランスデューサーですね。ここにね、動画も紹介してくれてますので、この動画のね、リンクも貼っておきますので、後でご覧になってみてください。で、このようにね、アンプとつながってて、この表示器ですね。表示器にトルクと回転数、それから動力ですね。これが表示されるようになってます。で、このトルクと回転数を掛け算したものがね、ぴったり動力に一致しているということになると思いますね。こういうものを使って、モーターメーカーはモーターの動力、回転数を測定しているということですね。一般のモーターのカタログにはね、定格回転数とか定格トルクというのが謳われていると思いますけどもね、定格回転数ではなくて、各回転数ね、それぞれ出るトルクとか、必要な電流値とかね、違ってきますのでね、そのあたりを細かくね、測定できる装置ということになると思います。それでは今日のまとめですね。モーターの出力計算式は、P=60分の 2πNT ですね。P というのはモーターの出力ワットです。で、N は回転数 RPM ですね。1分間あたりの回転数。で、トルクはニュートンメーターです。で、ざくっと計算するときは、この60分の 2π が約 0.1 ですので、0.1× 回転数×トルクという計算をすればね、さっと頭の中で出力が計算できると。こういうことになりますね。で、回転数とトルクはトレードオフの関係にありますね。先ほど見ていただいたように、減速して回転数が3分の1になるとトルクが3倍になるので、結果は同じなんですね。で、この上の式見ていただくと、回転数とトルクの掛け算なので、いくら減速しても結果は一緒ということになります。ですから、減速しても動力は落ちません。ただし、減速機の機械損失ですね。摩擦による機械損失や軸受けのね、抵抗なんかによって損失分は下がります。これからの設計にお役立ていただければと思います。はい、今日はウィンチのモーター出力の計算ということでお話ししていきました。はい、それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。